戸川日本庭園研究室の戸川です。今回は掛け火の作り方を紹介します。掛け火とは蝶々鉢に水を落とす給水設備です。駒頭をつけるタイプやそぎ落とし、そして特殊な横問いを紹介したいと思います。昔は料亭または旅館、神社仏閣の観光地など青竹が引き立っておりましたが、最近はなかなか交換する機会も減ったと思います。この動画では一般の方でもできるように解説したいと思っています。将来日本中の掛け火が青竹になれば幸いです。それでは解説に入ります。まずは縦問い、太竹ですね。それに横問いを差し込むための穴を開けるところを紹介します。これはホルソーです。ホルソーは今ホームセンターでも売ってますし、そんなに高価なものではないので便利なので使った方がいいと思いますね。で、次にですね、普通のドリルです。昔はね、鉄鋼用チタンシアコーティングですね、チタンコーティング使ってましたが、今は竹専用のものがありますので結構きれいに開けられると思います。赤鉛筆で印しまして、その内側ですね、中側をドリルで穴開けまして、そして、丸く削っていきます。ほとんどそうですね、私若い頃はドリルでした。次にのみを紹介します。丸のみですね、外丸のみを使いまして竹に穴を開けていきます。少しずつ削るのがコツですね。あまり強く叩きますとどうしてもやっぱり割れますので、ちょっと注意が必要かなと思います。次にですね、栗子刀です。切り出しナイフだけでも開けることはできます。これは中央に穴開けまして周りを削っていきます。竹の削り方にはコツがありますので、また後ほどそれは解説します。実際映像の問題で片手でやってますが、やはり左手の親指、利き手でない方ですね、その親指を添えた方がいいと思います。また怪我をすると危ないので利き手側でない方ですね、私は右利きなんで、とにかく穴開けさえね、きちっとできればと思います。それでは解説に入ります。赤鉛筆でまず印をします。そして縦問いに穴を開けていきます。今回はこれのみで穴を開けました。丸のみでやはり徐々に開けまして、切り出しナイフで加工します。竹の削り方にはコツがありますので、皆さん試してみてください。これはもうとにかく習うより慣れろですよね。で、一般の方でも慣れれば簡単にできます。私若い頃、そうですね、師匠、先輩方、早い人は15分ぐらいでこれ作ってましたので、慣れれば簡単ですので、ぜひ挑戦していただきたいと思いますね。で、これ別角度からの映像です。わかりますかね、削り方。円を描くように外側に切り出しナイフで削っていきます。中心から外に向かって削るのがコツですね。で、横問いを差し込みます。差し込んだ部分ですね、これちょうど節になってます。節のところで収めるときれいに収まると思います。そうしましたら、横問いの角度をつけまして裏側に印をします。赤鉛筆で裏側に印をしまして、中心を測るためにメジャーを使います。メジャーは10センチのところからスタートしまして、そして半分に計算して印をつけます。これ目で見ただけでもできる人はいますよね。
この部分は私はいつも測ってました。次に横問いを加工します。差し込む部分の加工です。まず半分に切りまして、ここにちょうどですねホースまたは塩ビ管がきますので、ペンチで貼ります。最初の頃ねペンチ私知らなかったので、当初は竹割りを使ったりしてました。で何度かいろいろやってるうちにペンチが一番いいんではないかなと思いましたので、今はもう常にペンチで使ってます。角度これ重要です。特に垂直ですとね水逆流するんですよ。ですのでね角度は気をつけた方がいいと思います。で最後これ抜きの部分ですね、ノコギリで切りまして、そしてペンチで剥ぎます。とにかくですねこの掛け紐もそうです。竹細工っていうのはもう習うより慣れるなので、ぜひ皆さんにもね挑戦していただきたいなというふうにいつも思ってます。でペンチで剥ぎましたら裏側に印をします。で実際これ抜きがなくとも手前側にですね竹の支柱をつけることによって抜けなくなります。ですのでこの裏側を抜くというのは、我々専門家はこういう加工の仕方してますが、この裏の抜きの部分はなくてもいいと思うんですね。ちょっとここ厄介なんでね、とにかく縦問いですね、縦問いに横問いが入ればそれだけで掛け火は作れますのでね。で赤鉛筆で印しまして、今回は切り出しナイフ使ってますが、これはだいたい平のみかドリルを使うのが一般的です。一種のこれパフォーマンスなんですよ。道具がなくてもできますよっていうところをやっぱり皆さんにお見せしてるんでね。これ最後分かりますかね、直角に深く抜きの穴を開けてるところです。で裏側から刺して確認します。そうしましたら次正面から入れますが、やはり角度がついてますのでもう一度削り直します。縦問いの穴の下の部分の外側、そして上の部分は内側を削ります。角度が変わりましたのでね、できちっと収めると綺麗にいきますね。ここは次に竹を洗います。今はもう基本的にそんなに失敗することはないので、先にね全て洗ってそれから加工してますが、最初の頃ですね、若い頃も何度も失敗してました。とにかく失敗するということを前提に作業してましたので、竹洗いと節抜きはいつも最後にしてましたね。失敗してもいいようにってことです。でないとね何度も何度も洗わなきゃいけませんからね、これね。でこれは中性洗剤です。中性洗剤を真鍮ブラシで洗ってます。また色を出したい時にはサラダ油なんか塗るとね結構綺麗に竹の色出ますね。でこちらは横問いの中節抜いてるところです。でドリルを使った例、そして鉄筋ですね、鉄筋を使った例です。気をつけなければならないのはここの入り口ですね。入り口のところにホースまたは塩ビパイプが当たりますので、そこはやっぱり丁寧に加工した方がいいと思います。今回これ丸のみで削ってるのと、あと切り出しナイフですね、それで削ってます。あまりホースが太いと入りません。そこはやっぱり注意点ですね。わかりますかね、これ丁寧に最初の節を抜いてるところは、最初なかなかねこれができなくて、いつもホースが当たって入らなかったりね、塩ビパイプが太すぎて入らなかったり、いろいろ苦労しましたね。横問いがあんまり細すぎるとここ入らないんで、やっぱり横問いはある程度の太さが必要です。これ加工したところを細部これから写します。ここ重要なんでよく見ていただければと思いますね。ちょうどこのホースが当たるところが綺麗に加工してあるといいと思います。でこれ次裏に竹串入れます。横問いが抜けないようにですね裏に穴開けます。でこれ
クリコ刀で穴開けてますけども、実際これはドリルで開けた方がいいと思います。簡単なんで1回で終わりますからね。あくまでもこれはやっぱり道具がなくてもできるということのパフォーマンスです。で次に竹串作ります。私はいつも節の部分使ってるんですけども、竹串ですね、長いまま、ある程度長いままで、竹串加工しまして最後に切るようにします。こちらもやはり切り出しナイフまたはクリコ刀などで細く加工しまして、そして裏側に差し込みます。最初の頃はやっぱりね、ここが一番厄介でしたね。なかなかできなかったんで、ただ差し込むだけでしたらね、見よう見まねでできたんですけども、ここの加工するのは随分いろいろと先輩方から指導していただきましたね。とにかくこういった竹細工はですね、もう数やれば腕は上がります。確実に。本当にまあね、早い先輩は15分でやってましたけども、30分あれば誰でもできると思います。慣れれば。やはり年に1回しかやらないとなかなか腕って上がらないんですよ。ですので、もうとにかく数をこなすことですね。まあ最低でも年に 3,4 回は取り替えるぐらいでいいと思います。で竹もほとんどもうただ同然なんでね。で次にこれ頭切ります。まあ普段はまっすぐ切ってるんですが、なかなかね竹をまっすぐ切るって大変なので、今回はこれ斜め切りにしてます。斜め切りですと狂うことがあまりありませんので、斜め切りにするのがおすすめかなと思います。ただ水が溜まるといけないので、節ギリギリかでなければ節に穴を開けるのがポイントです。竹引きはですね、これ引いた方に針が出ます。門松同様ですので、本体の方に刃先が向くのがいいと思います。太竹の縦取りの方を鉄筋で穴開けます。一番天井まで開けないように気をつけていただいて、最初の頃知らない時にはね全部節抜いちゃってね、割られたことありましたけど。で次は横取りのそぎ落としです。はい、斜め切りにしましてペンチで剥ぎます。ペンチを使うとほとんど割れたりすることがないので、なるべくペンチを使った方がいいと思いますね。であとこれ節の部分あんまり近いと中見えるので注意が必要です。角部分ですね、これカンナかけます。カンナかけると非常にきれいに収まりますので、カンナをかけるのはおすすめです。そうしましたら一番先端ですね、先端のところをちょっと削ります。ここをちょっと削っておくと水の落ちがいいんですよね。で昔結構年配の方に教わったのが一文字切りですね。まっすぐ切って手前5ミリでしたかね、5ミリか1センチのところに小さい穴を開けるといいという話を聞いたことがあります。そうするとまっすぐ落ちるんです。今回はまっすぐ落とすというよりも少しこう斜めに落としたかったので、こういう加工にしました。完成です。裏側に竹串を差し込みまして、そしてこれで完成です。でやはりね、掛け火はねバランス感覚だと思うんですよ。縦取りの太さ、それから高さ、横取りの太さ、節のバランス、長さですね。やはりバランスがいいと綺麗に見えると思います。でも何といってもやっぱり青竹ですね。でこれはおまけです。おまけでして竹の枝です。枝から水を垂らそうということで、これちょっと穴開けてみました。これ割と技術いるんですよ。ちょっと失敗すると割れますし、これちょっと特殊なねドリルなんですけどね、長い。これは割と技術がいります。ここははい。これで抜きまして手前側に穴開けます。実はねこのドリルはちょっと太いんです。もうちょっと細いと先端の穴からきれいに落ちますね。ちょっと今回これ太かったですね。もうちょっと細いので皆さん実験していただければと思います。これ頭切ります。斜め切りするんですが、ここをちょっと気をつけないと枝が傷になるので、そこは注意ですね。でこれで完成です。
今後ですね、それこそ全国ね、日本の伝統文化ですから、手水鉢回り、そして掛け火が青竹になれば幸いです。とにかく数をこなせば腕は上がります。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。また今回は一般の方でも道具がない方でもできるように解説しました。この先ね、全国的に掛け火が青竹になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。